カーラッピングに挑戦します。やり方が違うかもしれませんが、素人でもラッピングが綺麗に貼れるのか、最後まで見ていってください。用意したラッピングシートはこちら。メーカーは無名の 1.5 メートル ×20 メートルです。クロームレッドマットです。クロームなのかマットなのかどっちやねんっていうツッコミ入れたくなるようなネーミングなんですけど、色合いは MacBook みたいな艶なしの金属みたいな感じです。アリエクで 13,524 円で購入しました。あと、ツールのセットも購入しました。1351円の安物なので使い物になるかわからないですが、ないよりはマシかと思います。ちょっとこの辺のものは使ったことがないんで使えるかわかりませんが、やってみます。それからマットブラックで152センチの300センチ、3メートルですね。こちらは楽天で税込みで2980円で買いました。このマットブラックはメッキ部分に貼ります。こちらのラッピングフィルムが気になった方は概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。3M とかはなかなかいい値段するので失敗したら捨てることになるので、安いシートで練習してうまく貼れるようになったら良いものを貼ろうと思います。まずは下地を処理して洗車します。塗装が剥がれている箇所があるので、こういった剥がれている部分なんですけど、せっかく貼っても剥がれる原因になるので剥がしておきます。下地の処理が終わったので洗車します。それでは難易度の高いバンパーから貼って失敗しようと思います。失敗は成功のもとって言いますからね。フックやドットは邪魔になるので外しておきます。グリルも邪魔になるので外しておきます。グリルがはまっていた部分は汚いのできれいにしておきます。段取り終わったので早速貼っていきます。バンパーに貼るのは初めてで失敗は覚悟してます。失敗分を考えて長めの20メートルを買ってますから、1回目は練習と思えば気が楽です。ラッピングフィルムはミニの場合ルーフを除くとノーミスで貼れれば幅 1.5 メートルの約10メートルから12メートルあれば事足りるかと思います。ここ失敗してしまいました。剥がしてやり直します。ラッピングフィルム剥がすとクリアも一緒にめくれました。古くなった塗装の車の方はラッピングフィルム貼るのも注意が必要です。だいぶクリア塗装がめくれました。先ほど失敗したので捨て貼りをしました。こことこことこの部分、気を取り直して貼り直します。フロントバンパーは失敗した経験を生かして分割して貼る方がやりやすいと気づきました。バンパーの場合凸凹があるのでめちゃくちゃ貼りにくいです。ヒートガンで熱を加えて伸ばしながら貼っても限界があります。伸ばしすぎると伸びた部分は色が薄くなりますし、R 形状は貼りにくいし難しいです。こういった形状は塗装の方がはるかに綺麗に早くできますね。カーラッピングのプロの業者さんとかは経験値が違うのでもっと作業効率が良くシワもなく綺麗に貼りますが、かなり施工料金が高いです。下手したらオールペンより高くなります。富裕層の方は業者さんに頼めばいいでしょうが、私のような庶民はコストをかけれませんのでね。それに DIY で車をいじるのは楽しいですし、自分の手で改造すればその車に対しても思い入れが深くなりますからね。車は最高の大人のおもちゃですね。ラッピングのスキルを上げていけば今後も何かの役に立つかもしれないので、いい経験だと思います。ラッピングは切って貼ってスムージングしてただひたすら同じ作業の繰り返しなんですけど、奥が深いですね。腕を上げるにはかなり数やらないとダメでしょうね。数年前にミニのディーラーへ行った時に
ピンク色にラッピングしたデモカーがあったんですけど、そのミニのクオリティはですね、ちょっとシワあったり、袖部分の剥がれがあったりとかして、何点か剥がれてる箇所がありました。ディーラーが施工した車ですら、そんなレベルなので、私は自分でやろうと思いました。今カットしている部分ですね。あそこも背張りしてます。このくぼみ部分がスキージーもカットも難しいです。バンパーは凹凸があって形状が複雑なので、スキージーはフェルトのような素材の指サックみたいなのをはめて、ほぼほぼ指で押さえています。今使っているヘラは90度ぐらいのと30度ぐらいのが2つあって、それは押さえる時にすごく便利でした。今捨て張り部分との重ね面をカッターで切っているのですけど、ナイフレステープを買い忘れて仕方なく普通にカッターで切って、切り口があまり綺麗じゃないので、やっぱりナイフレステープは必要だと思いました。ナイフレステープもあらかじめ用意しといた方がいいでしょうね。下の部分が終わったので、上の部分を貼っていきます。一人で貼っているので、まあ大変です。熱を加えながら、引っ張って伸ばしながら貼っているのですが、2人か3人でやった方が早く貼れると思います。ですが、息が合わないとかえって失敗するかもしれませんね。ラッピングは2名作業じゃないとできないってことはないかと思います。現に一人で貼っているので、一人でできます。人の手があった方が、そら助かりますけどね。横じわを縦に引っ張ってヒートガンで熱を加えてシワを取ります。このシワを取る作業が仕上がりに大きく関わってきますね。このシワを伸ばしてスキージで圧着して地味にコツコツと根気がいる作業なんで結構気が遠くなってきます。今ここのへこんだ部分、この角の部分がちょっと難しかったです。角部分も難所ですね。我が家のフレンチブルドッグのおはぎちゃんが何やってんだろうって感じで覗いてますね。フロントバンパーは完成です。次はリアバンパー貼っていきます。リアバンパーはフロントバンパーに比べて簡単ですね。形状があまり複雑じゃないので貼りやすいです。
真ん中のくり抜き部分ですね。リリーフカットは慎重にやらないといけないですね。切りすぎてしまうとお釈迦になるので、なるべく余白を残すようにカットします。イヤーバンパー終わったので、ハッチを貼ります。フィルムを貼る前にエンブレムを取ります。このゲートはカーボン柄のフィルム貼ってあるんですけど、これも剥がして貼り直します。はい、8部分はできました。次はリアやっていきます。給油口の中は捨て貼りしました。ドアミラーを外します。ドアミラーは六角ボルト2本で止まっています。カプラーを抜いたら外れます。ドアハンドルを外します。このドアハンドルをつけたまま一度貼ってみたんですけど、やっぱり失敗しました。このアウターハンドルの突起があるとむちゃくちゃ貼りにくかったです。ですので1枚お釈迦にしてドアハンドルを外しました。ドアハンドルの外し方は他の人の動画でも上げていると思うので、そちらの方を参考にしてみてください。ミニのドアハンドルの外しはかなり厄介でした。内張り取るのもすごい手間でしたし、内張りがビス留めじゃない部分がどうしても取れなくて破壊しました。なんでこんなやりにくい作りにしたかなと思いました。ドアハンドルを外すのは手間ですが、やる価値はあります。スムーズに綺麗に貼れるようになりました。ついでにミラーも貼ります。
ミニのミラーは卵型の球体をしているので、貼るのがすごい難しいです。ミラーキャップはこんな感じです。今回の動画はここまでにして、次の動画は仕上げていこうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。